日本語おしゃべり道場。こんにちは、エミです。こんにちは、周平です。周平先輩、今日はちょっと相談があるんです。お、なになに、相談なんて珍しいね。実は私、そろそろ引っ越しをしようかなって考えているんです。今の部屋、ちょっと狭くて。へえ、引っ越しか。それは大きな決断だね。今の部屋にはどのくらい住んでいるの？日本に来てからずっと住んでいるので、もう2年くらいですね。最初は寝る場所があればいいやって思っていたんですけど、荷物も増えてきたし、もう少し広いところに住みたいなって。なるほどね。2年も住めば確かに生活スタイルも変わるしね。で、どんな部屋を探しているの？そうなんです。まず、絶対に欲しいのは、バストイレ別の部屋です。今の部屋はユニットバスなんですけど、やっぱりお風呂とトイレは別々ないいなって思って。それはわかるな。ユニットバスだとお風呂に入った後にトイレの床が濡れちゃったりするもんね。でも、バストイレ別にすると家賃が少し高くなるけど大丈夫？そうなんですよ。そこが悩みどころで、周平先輩、東京の家賃って本当に高いですよね。私の国だったらもっと安くて広い家に住めるのに。そうだよね。東京は特に高いからな。エミちゃん、今の家賃と比べてどのくらいまでなら出せるの？うーん、今より1万円くらいなら高くてもいいかなって思っています。でも、駅から遠くなるのは嫌だし。わがままだな。駅地下でバストイレ別で広い部屋なんてみんなが探しているからね。どこかで妥協しないといけないかもよ。妥協、そうですよね。例えば、駅から歩いて15分とか。そうそう。駅から15分歩くだけで家賃が5000円とか1万円くらい安くなることもあるよ。自転車を使えばすぐだしね。確かに、自転車があれば便利ですね。あ、でも先輩、日本の部屋探しでよく見る 1K とか 1DK って正直よくわからないんです。どう違うんですか？それは留学生のみんながよく迷うところだね。簡単に言うと、キッチンの広さと場所の違いかな。1K は部屋とキッチンがドアで分かれているタイプ。ワンルームは部屋の中にキッチンがあるタイプだね。なるほど。じゃあ、料理をよくする人は、匂いが部屋に入らないように 1K の方がいいですね。その通り。エミちゃんは料理するの？最近自炊を頑張っているんです。だからやっぱり 1K がいいかな。えらい。じゃあ 1K で探そうか。あと、日本で部屋を借りるときって初期費用がかかるのは知ってる？あ、敷金と礼金ですよね。あれ本当に難しいです。そう。敷金と礼金ね。これ日本の独特な文化だから驚くよね。はい。敷金はなんとなくわかるんです。部屋を出るときに修理とかに使うお金ですよね。デポジットみたいな。正解。部屋をきれいに使っていれば戻ってくることもあるお金だね。でも、礼金って何ですか？大家さんへのプレゼントって聞きましたけど、家賃を払うのにどうしてプレゼントもあげなきゃいけないんですか？そうだよね。怒りたくなる気持ちもわかるよ。これは昔からの習慣で、部屋を貸してくれてありがとうございますっていうお礼のお金なんだよ。だからこれは戻ってこないお金なんだ。やっぱりもったいない気がします。最近は礼金なしの部屋もあるって聞いたんですけど。あるある。敷金、礼金、ゼロゼロ物件なんて言うんだけど、そういう部屋を探すのも一つの手だね。ただ、そういう部屋は家賃が少し高めに設定されていたり、退去する時のクリーニング代が高かったりすることもあるから、契約書をよく読まないといけないよ。うわー、やっぱり難しいですね。日本語の契約書、漢字がいっぱいで読むのが大変そうです。そこは僕も手伝うよ。あ、ここでちょっとリスナーのみんなにも聞いてみようか。そうですね。皆さんの国では部屋を借りるとき、どんなルールがありますか？日本みたいに礼金のようなシステムはありますか？それとも家具がついているのが普通ですか？ぜひコメントで教えてください。日本だと家具付きの部屋は少ないからね。自分で冷蔵庫とか洗濯機を買わないといけないのも外国人にとっては大変だよね。そうなんです。私、今の部屋に入ったとき、カーテンも照明もなくて、最初の夜は真っ暗な中で過ごしました。それは悲しいね。日本の賃貸は基本的に空っぽだからね。あともう一つ心配なことがあるんです。ゴミ出しのルールです。今のマンションは24時間いつでもゴミを出す場所があるんですけど、普通のマンションは違いますよね。それは今の部屋がすごくいい条件なんだよ。
普通のアパートやマンションはゴミの種類によって出す曜日が決まっているからね。ですよね。燃えるゴミは月曜日と木曜日とか。私、朝が弱いので、朝の8時までにゴミを出さないといけないのがプレッシャーで。寝坊して出し忘れると次の回収日までゴミを部屋に置いとかないといけないからね。夏場とか匂いが大変なことになるよ。ひえ、想像したくないです。やっぱり少し家賃が高くても24時間ゴミ出しができるところがいいかな。条件が増えてきたね。1、バストイレ別。2、1K でキッチン独立。3、24時間ゴミ出し OK。これだと家賃は結構上がるよ。悩みます。でも住む場所って大事ですよね。毎日帰る場所だし、リラックスしたいし。そうだね。家は一番長く過ごす場所だからお金をかける価値はあると思うよ。あと、意外と大事なのが隣の人の音かな。あ、騒音ですね。そう。木造のアパートだと隣の人の話し声とか足音が聞こえやすいんだ。鉄筋コンクリートのマンションだと防音がしっかりしているから静かだよ。なるほど。鉄筋コンクリートですね。メモしておきます。周平先輩は今住んでいる部屋気に入っていますか？気に入ってるけど、実は僕もそろそろ引っ越したいんだよね。そうなんですか？どうしてですか？実は駅から近すぎて電車の音がうるさいんだよ。近すぎるのも問題なんですね。やっぱり部屋探しって難しいな。まあ、完璧な部屋を見つけるのは難しいけど、いろんな部屋を見るのは楽しいよ。ネットで探すだけじゃなくて、不動産屋さんに行って実際に部屋の中を見せてもらうのが一番いいよ。内見って言うんだけど。内見大事ですね。写真だと広く見えても、行ってみたらあれって思うことありますもんね。そうそう。日当たりとか周りの雰囲気もわかるしね。エミちゃんがいい部屋見つかるように応援してるよ。ありがとうございます。先輩のアドバイスを参考にして素敵な部屋を探してみます。まずはネットで家賃とエリアを入れて検索してみますね。いいのがあったら教えてね。図面見るの好きだから。はい、ぜひ相談に乗ってください。今日は日本の部屋探しについて周平先輩に教えてもらいました。日本で生活するのは大変なこともあるけど、自分の好きな部屋を作っていくのは楽しみです。そうだね。みんなも日本での生活楽しんでほしいな。今回の話が役に立ったら嬉しいです。私も日本で部屋を探したことがあるよという人は、どんな苦労があったか、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。待ってます。それでは今日のポッドキャストはここまでです。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。